アッターに賛美あれ。アッターの使徒に祝福と平安あれ。グスル全身の沐浴は、その義務と要件、そしてその方法においてウドゥ、部分的な清めとは異なります。グスルには、許容される、最低限のグスルと完全なグスルの2種類があります。許容されるグスル。許容されるグスルにおいては、推奨される済んだ行為を行わず、グスルの義務的な部分だけで十分です。清める意図を持ち、シャワーを浴びる、海やプールに浸かるなど、どのような方法であれ、水が体全体に行き渡るようにします。これには、口をすすぎ、鼻を清めることも含まれます。完全なグスル。完全なグスルとは、預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれがすべてスンナに従っていった方法でグスルをすることです。完全なグスルの行い方。シャイフ・ムハンマド・イブン・ウサイミーンは、グスルの行い方について尋ねられた際、次のように答えました。グスルには、2つの方法があります。義務的な部分のみを行う方法。これには、体全体に水を行き渡らせること、そして口をすすぎ、鼻を清めることが含まれます。どのような方法であれ、水が体全体に行き渡れば、大不浄を取り除き、適切に清められたことになります。なぜなら、アッターは次のように述べているからです。意味の解釈小括弧割りコロン。もしあなた方がジャナーバ、性的分泌後の不浄な状態であるならば、全身を清めなさい。全身を洗いなさい。アルマアイダ語6。完全な方法。これは預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれが行った方法でグスルをすることです。彼がジャナーバの場合にグスルをしたいと思ったとき、彼はまず両手を洗い、次に性器と不浄が触れた他の場所を洗いました。その後、完全なウドゥを行い、次に頭を水で3回洗い、それから体の残りの部分を洗いました。これが完全なグスルの行い方です。ファターワー・アルカーン・アル・イスラーム、248ページ。体を洗うときは体の右側から始めて、次に左側を洗う。同様に髪を洗うときも右側から始めるというのは、預言者ムハンマド、神の祝福と平安あれの教えにも由来しています。女性の生理、月経または三熟期後のグスルの行い方。ジャナーバ、性行為後の不浄の場合のグスルと、月経後のグスルに違いはありません。ただし、月経後のグスルの方が、ジャナーバ後のグスルよりも髪をこすり洗いすることが強く推奨されます。また、女性は不快な匂いを取り除くために、出血部位に香水を塗ることも推奨されます。ムスリム、332がアイシャ、アッターが彼女に5万越であられますようにから伝えたところによると、アスマが預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれに月経後のグスルについて尋ねました。彼は言いました。あなた方の一人は水とハスの葉を取り、身をよく清めなさい。それから頭に水を注ぎ、強くこすって髪の根元まで届かせなさい。それから全身に水を注ぎ、ムスクで香りをつけた布切れを取り、それで身を清めなさい。アスマは尋ねました。どのようにして身を清めるべきですか？彼は言いました。スブハーン・アッター。それで身を清めなさい。アイシャは、まるで彼女に囁くように言いました。血の痕跡をたどりなさい。そして彼女は、ジャナーバの場合のグスルについて彼に尋ねました。彼は言いました。彼女は水を取り、身をよく清めなさい。あるいは徹底的に清めなさい。それから頭に水を注ぎ、髪の根元まで届くようにこすりなさい。それから全身に水を注ぎなさい。アイシャは言いました。アンサール、預言者の支持者たちの女性たちはなんて素晴らしいのだろう。彼女たちは恥ずかしさに妨げられることなく、自分の宗教を正しく理解した。このように、預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれは、月経後のグスルとジャナーバ後のグスルを、髪をこすり洗うことと香水を塗ることに関して区別しました。ウドゥとグスルにおけるビスミッラーを唱えること。ウドゥとグスルを行う際に、ビスミッラー・アッターの魚名において、の意と唱えることは、大多数の法学者によればムスタハブ、推奨されるですが、ハンバリー学派は義務的であると述べています。シャイフ、イブン・ウサイミーン、アッターが彼を憐れんでくださいますようには、次のように述べています。私たちの学派によれば、ビスミッラーと唱えることは、ウドゥの場合と同様に義務的です。それに関する明確な記述はありませんが、彼らはこう言いました。ウドゥの場合に義務的であるならば、それはより大きな清めであるグスルの場合にも義務的である。しかし、正しい見解は、ウドゥでもグスルでも義務的ではないというものです。アルシャルフ・アルムムティウ、ウドゥ部分的な清めやグスル、全身の沐浴の前に、ビスミッラー・アッターの魚名において、の意と唱えることは、義務ではなく、推奨されるスンナです。そしてもちろん、グスルを始める前には、心の中でグスルの意図を持ち、大不浄を取り除くことを忘れないでくださいね。グスルが義務となる事柄。グスルが義務となる事柄は6つあります。これらのうちのいずれかが起こった場合、ムスリムはグスルを行わなければなりません。1、マニー、精液の排出。男性または女性が、意識がある時または睡眠中にマニーを排出した場合、意識がある時に排出された場合は、
排出時に快感を伴うことが条件です。病気の結果など、快感を伴わずに排出された場合は、グスルは必要ありません。睡眠中に排出された場合は、イフティラーム、無精と呼ばれ、快感を伴ったかどうか意識がないため、いかなる場合でもグスルが必要です。睡眠中に目覚めてマニーの痕跡を見つけた場合、グスルをしなければなりません。無精したがマニーが出ず、その痕跡も見つけられない場合は、グスルをする必要はありません。2、陰茎の膣への挿入、射精が伴わなくても、グスルは義務となります。これは、ムスリムなどが預言者、彼に平安と祝福あれから伝えたハディースに基づきます。男が、妻の獅子、腕と足の間に座り、彼女と性交した場合、グスルは義務となる。したがって、このハディースと学者たちの合意により、射精が伴わなくても、挿入が行われたという事実だけで、関係する両者双方にグスルが必要となります。3、非ムスリムがムスリムになった場合、一部の学者によれば、非ムスリムがムスリムになった場合、グスルが必要です。なぜなら、預言者、彼に平安と祝福あれがムスリムになった一部の人々にグスルを行うように命じたからです。多くの学者は、非ムスリムがムスリムになった場合、グスルは義務ではなく、推奨されると考えています。なぜなら、預言者、彼に平安と祝福あれがムスリムになったすべての人々にそれを行うように命じたという記述がないからです。したがって、証拠を調和させるために、それは推奨されると解釈することができます。4、亡くなった人は、戦場で倒れた殉教者を除いて、体を洗わなければなりません。殉教者は洗う必要はありません。5.6 月経生理と三辱出血、預言者、彼に平安と祝福あれが、月経が終わったら、グスルをして祈りなさいと述べたためです。また、アッラーは意味の解釈で次のように述べています。そして彼女たちが清められたならば、アルバカラに222、これは月経後の清めを指しており、月経が終わった後にグスルによって清めなければなりません。スンナ義務ではない儀式的な沐浴、グスルには以下を含め、数多くあります。1、金曜日の礼拝に行く前に行う沐浴、グスル。2、ウムラまたはハッジのためにイフラームに入る前に行う沐浴、グスル。3、イードの2つの祝祭日、イード、アルヒトルとイード、アルアドハーに行う沐浴、グスル。4、死者を清めるために行う沐浴、グスル。その他、ご清聴ありがとうございました。どうか私を忘れずにお祈りください。